道すがら小高いところに神社があったので立ち寄ります。上河合神明社です。鎌倉時代にはもうあったそうです。あなたのチャンネル登録が旅の始まりです。さあ、新しい景色へ。建物はほぼありませんね。古くから地元の子供たちの遊び場的な神社なのでしょう。ちょっと小高いところにあるのは洪水よけかな。庚申島があるね。古そう。江戸時代くらいかな。道すがら蔵を発見。敷地に蔵だけ残しているのだろうか。古そうな臼とか見える。家の前に政党のポスターを貼っていると自分の思想をひけらかしているみたい。ここの家の人はこんな感じの人。前方に見えているのは梅田屋と水路橋で全長228メートル。横浜に3つあるトレッスル橋のうちの1つです。前回は大貫屋と水路橋の下をくぐりましたが、山挟んで隣の距離ですね。高さは30メートルのところに設置されているとか。
これは河合排水処理施設だそうです。この辺りは典型的な谷戸地形ですね。丘陵地が侵食されて谷状になっている。水が湧いているし、洪水被害もないし、農業やるには古くから石頭地だったのでしょう。この丘陵の間の峠道は昔からの古道なのでしょうね。無駄に交通量が多い。横浜美穂助園に着きました。そのまんま霊園ですかね。いわゆる涅槃像が道路を向いてる。客はこっち側でしょうに。メッキがだいぶ剥げてる。海岸の丘陵を見渡せる。これは珍しい滝行の仏像。いいものを見た。
さようの日、亡くなった大切な人と再び会いたいという願いや祈り。シャネルじゃないよ。では本日はここまで。ご視聴ありがとうございました。あなたのチャンネル登録が次の旅の力です。いいねも応援になります。